イムに左腕を切り落とされたギャバンが冥界へ落下。ルフィはギャバンに戦場から投げ飛ばされる。皆さんこんにちは、私はシレンナです。長い2週間がようやく終わり、ワンピース第1190話のネタバレ速報が入ってきました。タイトルはその死が人々を喜ばせるものです。扉へリクエスト、魚を食べる若き日のシャンクスと子供のルフィ。この話のストーリーは前話から直結しています。イムの致命的な一撃を防いだギャバンは重傷を負ったルフィにこう言い放ちます。がっかりだ。手負いの老いぼれに助けられるとは。海賊王とはその死が人々を喜ばせるもののことだ。なぜなら誰もがその玉座に座りたいと願っているからだ。もし楽しく快適に生きながら海賊王になりたいのなら家に帰れ。そう言うとギャバンはルフィを戦場から力強く投げ飛ばし、イムとの戦闘を開始します。この話にはギャバンとイムの戦闘シーンが大量に含まれているはずですが、今回の情報では比較的簡略に伝えられています。戦闘の最中、イムは骨ばみ刀四郎という名の日本刀を抜いてギャバンと対決します。その後、ギャバンは自身の技神門8戦復讐を使用し、地面を破壊して2人とも冥界へと落下します。この話の終盤、ギャバンは地面に倒れており、彼の左腕は肘の下から切り落とされています。ギャバンは海賊王の左腕の異名を持つため、イムのこの攻撃には嘲笑の意味がたっぷりと込められています。この時、ギャバンはかつての仲間やライバルたちゴールディ・ロジャー、シルバーズ・レイリー、光月おでん、シャンクス、クロッカス、そしてエドワード・ニューゲートらのことを思い返します。そしてルフィこそが彼らがずっと待ち望んでいた男だと感慨深く語ります。重傷を負ったギャバンを目の当たりにしてルフィは激しいショックを受けます。窮地を救ってくれたギャバンまでもが倒れ、次にルフィがどのような行動に出るのかがこの話の残された最大の懸念となります。漫画ワンピースの最新話では最終戦争の局面を大きく変える設定が公開された。それは800年前に世界政府を設立した19人の王たちが19本の創世の武器を残していたというものだ。巨の玉座の前にあるいわゆる記念品は実は800年間眠り続けていた武器庫であり、イムの19本の武器が今まさに復活しようとしている。兵器工場を苦労して建設した街道とは異なり、イムはこれら19人の王が残した新兵を唐の昔に適切に封印していたのだ。魔器が解放されると、これらの武器が復活するだけでなく、神の騎士団のメンバーもそれによって先祖の力を再現することができる。現在、漫画ではそのうち9本の武器の具体的な情報が公開されている。1本目は天罰剣ネメシスで、これはイムが初期から使用している武器の一つである。イムは魔器で体格を強化した後、この巨大な黒い剣馬を召喚してロキを貫いた。その全体的な造形は鷹の目の黒型な夜に酷似している。現在、漫画ではその特殊能力について説明されていないが、明らかに巨大で極めて高い破壊力を持つ体剣である。上から下へと振り下ろす剣技は、まるで天から降り注ぐ刑罰のようであり、天罰という名にふさわしい。ネメシスという言葉は、ギリシャ神話に登場する復讐と報いの女神に由来し、傲慢な者、一線を越える者、そして神の秩序に挑む者を専門に罰する存在である。イムの手においては、神に挑む者は誰であれ天罰を受けるということを象徴している。2本目はフンド剣グラムである。北欧神話において、グラムは英雄シグムンドが神器から引き抜いた宝剣であり、後に悪竜ファフニールを討ち取るために使われた、まさに対竜宝具である。イムも当初、ニーズホック形態となったロキに対抗するためにこれを使用した。フンド剣はイムの手にあるとき、巨大な体積を持ち、刀身には大量の薪の炎がまとわれている。この剣は天龍人の一つであるシェパード家族の王に由来し、同家族からは現在、五老星のシェパード・ジューピーター星と神の騎士であるソマーズ星が誕生している。ソマーズ星がフンド剣を使用する際、マキは自動的に彼自身の茨の剣と結合し、適応期間を全く必要とせずに純粋な力の強化を実現する。現在のところ、この剣の特殊能力は不明だが、興味深いことに、フンド剣の背景は竜殺しの剣であり、ゾロ自身も多くの残留の技を習得しているため、両者の対決には宿命的なものを感じさせる。3本目は閻魔剣スティグマ。その原因は烙印や傷跡であり、イエス・キリストの受難によって残された聖痕を指すことにもよく使われる。
神聖な傷口を象徴することもあれば、罪人、奴隷、そして排斥されたものへの印を象徴することもある。したがって、この剣の能力のキーワードは烙印である。使用する際、イムはまず手で照準を合わせるような動作をして自動的に鈴を生成し、その後、自我を持つ数個の小型の魔器を召喚して相手に絡みつかせ、位置を特定する。それに続いて、巨大な魔器の剣場が突如として現れ、極めて速い速度で目標の位置を突き刺すという、防ぐのが非常に困難な技である。これはイムの数ある剣技の中でも遠距離攻撃に属し、ロキはこの技によって重傷を負ったが、ルフィは見聞色の覇気と機敏な身のこなしで何度か回避に成功している。4本目は虚無剣。その名称はヘブライ語のトーフ・バ・ボーフから取られており、世界が創造される前の空虚、混沌、そして無形な状態を形容している。これは現在、能力が最も明確に描かれている武器であり、生命力を吸い取る特性を備えている。作者の小田栄一郎はこれについて十分なクローズアップを描写している。それが出現した時、周囲の樹木は急速に枯れ、一瞬にして広大な森が更地と化した。ルフィを刺した後、それは直接彼の生命力を抽出し、彼を行動不能にして身動きが取れない状態にさせた。明らかに、イムは2かの複雑な変形能力を熟知しており、直接相手の動きを封じることが最も効果的な戦術であることを深く理解しているのだ。5本目は怪人剣フラガラッハ。これはケルト神話に由来し、応答の剣とも呼ばれている。伝説によれば、どんな鎧もこの剣の攻撃を防ぐことはできず、それが与えた傷は容易には癒えないという。剣の刃を他人の喉元に突きつけると、相手は嘘をつくことができなくなる。そのため、確定ダメージの効果を伴う武器だと解釈できる。作者はこの背景を借りて、この剣に極めて強い貫通力を与えたようだ。イムが怪人剣を振るうと、すでに枯れていた樹木が一瞬にして爆発したように引け飛び、完全に破壊された。6本目は慶天の斧。その名称は中国の古代神話に登場する神慶天に由来する。彼は頭のない民や首なしの遺体と呼ばれ、元踊り師は太鼓の園庭の家臣であったが、後に戦神の象徴として尊ばれるようになった。この武器を振るうと、刃の部分から炎のような強烈な覇気が放たれ、異常なほどの威圧感を見せる。それがルフに向かって振り下ろされた一撃は、ギャバンによって防がれたものの、攻撃の余波だけで彼らの背後にある大気を何段にも切断してしまった。慶天の斧は、イムの武器庫の中でも攻撃力と破壊力がトップクラスの存在である可能性が高い。そのため、イムがこの武器を取り出した時にわずかな遺憾の意をにじませたのは、ルフィが絶対にこの一撃に耐えられず、戦闘が間もなく終わってしまうと考えたからだと推測される。7本目は混沌剣で、現在は名称のみが公開されており、まだ正式には登場していない。混沌剣と前述の虚無剣は、同じヘブライ語のフレーズトーフ・バ・ボーフに由来している。虚無剣が世界の空虚で無形な状態を代表しているとすれば、混沌剣はある種の混沌として無秩序な状態を代表している可能性があり、その能力は相手を混乱に陥れることかもしれない。8本目は生命槍ロンギヌス。この武器はキリスト教の伝説に由来し、イエス・キリストの脇腹を指したとされる。後世の作品では神殺し、不死の打破、あるいは神聖なる存在を貫く長槍として描かれることが多い。多くの読者は関連する創作作品を通じてこの槍を熟知していることだろう。生命槍は天龍人の一つであるリモシフ家族の王に属している。キリンガム星がこれを使用する際、マキは同様に彼の森を長槍の形態に改造する。この武器の神話的な背景を鑑みると、物理的なダメージを与えるだけでなく、目標の精神や魂に対して打撃を与える可能性が極めて高い。これは骸骨核の加護を持ち、体の高度が非常に高い参事にとって、まさに能力上のメタとなる。9本目は村正で、この武器も名称のみが公開されている。村正は日本伝説における妖刀であり、所持者を狂わせるとして徳川家を呪う不吉な刃とみなされてきた。この命名から推測すると、それが倭の国に由来し、かつ最古の妖刀の一つである可能性が極めて高い。この設定は現在の合意母子の一人であるイーザンバロン・ブイナス・ヒサオ星と合致するため、彼すなわちイーザンバロン家族の王の専用兵器である可能性がある。以上が現在確認されている9本の武器である。
それらの本体は800年前に巨の玉座の前に突き刺されたが、現在現れているのは、実はイムが魔器を利用して復活させた幻影の武器である。これらの武器は全盛期の状態にあるだけでなく、直接部下に遠隔転送して使用させることも可能であり、魔器の極めて高い実用性を示している。かつてジョイボーイとその仲間を打ち破るために、イムは巨大な連合軍を結成した。以前の推測通り、これら19人の王たちは決して見かけ倒しではなく、彼らこそが最初にイムと契約を交わした君主であり、それによって強大な力と将来的に世界貴族となる資格を得た可能性が高い。そして、これらの王たちが死んだ後、彼らが生前持っていた魔器は再びイムの体内に戻り、イムの力をさらに増強させたのである。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。もし、ワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。